はい、皆さんこんにちは、あきらです。今回ですね、東京の銀座に来てるんですけど、今回なんとソニーさんに呼び出されました。はい、実はですね、ソニーストア銀座がここの銀座プレイスというところにあります。で、なんと8月20日にリニューアルオープンしたらしいんですよ。なのでちょっとそれをね、ぜひ体験してほしいということで呼んでいただきましたので、今日はねちょっといろいろと遊びに行きたいなと思ってます。で、僕結構銀座店も大阪店もよく行くんですよね。で、僕はソニーのカメラをねソニーストアで買うことが多くて、これには結構いろんな理由があるんですよ。この動画ではねその辺の話もね冒頭の最後ら辺にできればと思ってるので、ちょっとねお得な情報もあったりはするので、今日はねちょっとこのソニーストア銀座で遊びに行きたいと思います。ということで皆さん一緒に行っていきましょう。シューティングスタジオというところに広々とした空間なんですけど、はい、レンズバーみたいなそうです。これをどう使えばいいのマロンお手。いやー、こうやってアウトプット見れるのいいな。思ったよりも安く実は買うことができるんですね。保証なんですよ。これがソニーストア銀座です。肩回せって何でしたっけ今回僕はソニーストア銀座にご招待いただき、リニューアルしたばかりの店舗を訪れてきました。東京メトロ銀座駅 A3 出口、A5 出口を出てすぐ、銀座プレイスの4階、5階、6階にある銀座店。アクセスは抜群で、ソニーユーザーはもちろん、カメラ初心者からプロカメラマンまで幅広く愛されている場所です。現在のソニーストアは、銀座、札幌、名古屋、大阪、そして福岡天神の全国5拠点。どの店舗でも実際にカメラやレンズを手に取り、じっくり確かめながら選ぶことができます。さらに専門スタッフの丁寧なアドバイスや購入後の長期保証も充実。買って終わりではなく使い続けるまでをサポートしてくれる、まさにソニーユーザーのホームのような存在です。そしてなぜ僕はわざわざソニーストアで購入しているのか、その理由がギュッと詰まった魅力あふれる動画になっています。ぜひ最後まで一緒に楽しんでいってください。はい、ということでね、中に入ってきました。ここ4階なんですけど、見てください。結構広くないですか。で、もうパッと見でねリニューアルしてる感じが僕はねもう何回も来てるんで分かるんですけれども、ちょっとね早速中のねとあるコーナーに行きたいと思います。はい、ということで、ここシューティングスタジオというところにちょっとご案内いただいたんですけれども、ちょっとここがどうやら今回一番のなんか推しのコーナーみたいな感じで聞いてるんですけれども、今回スタイリストさんの小川さんにちょっといろいろとご案内いただきたいと思うんですけど、はい、よろしくお願いします。本当今回言っていただいたようにこちらのシューティングスタジオが大目玉となっておりますので、ご紹介させていただきます。いわゆる撮影スタジオのようなコーナーをご用意させていただいて、なかなかこういった撮影を体験できる場っていうのがないと思いますので、そういったのを体験できるコーナーになってますね。すごく今回面白いなと思ったのが、これ僕たちのこのスタジオセットアップとめっちゃ似てるんですよ。あ、そうなんですか。てかほぼ一緒なんですよ。そうなんですね。ちょっと細かく見てみてもいいですか。ぜひよろしくお願いします。僕たちはまさにこれメインで使ってて、でこっちにあるのが FX3 ですよね。で僕たちもサブで3で70-200つけてるんですよ。そうなの。もうまさにこのセッティングということですね。そうなんですよ。でしかもここにモニター&コントロールっていうこれアプリですよね。このアプリでマルチカムをできると。で実はこれ僕たちもやってるんですよ。もうじゃあアキラさんのセッティングをご体験できるなということでそう言った方が分かるかもしれない。そうですね。すみません。多分レックも回せますよね。レックもこちらで回していただく。もちろんです。はい。今こっちがこれかな。はい。これが3か。3のちょっとレックしましょうか。多分これを選んだらいいのかな。これで、はい。でレックが開始できました。はい。でこっちで多分映ってると思うんですけど、こういう風に遠隔で撮れちゃうんですよね。いやこれ撮影体験できるのおもろいですね。そうですよ。なかなかないですね。これはどういう撮影をここでするのがいいですか。イメージとしてはインタビュー撮影など、すがるくまずはちょっとこういうこともできますよっていうのをイメージしたコーナーになってますね。なるほど。はい。じゃちょっと僕も小川さんと見てもいいですか。承知しました。はい。じゃそしたらちょっと仕事してるような雰囲気で、なんかちょっと足組んでいただいて、ちょっとタブレット手に持ってなんかこうやってクールな雰囲気でもらっていいですか。はい。そうですそうです。はい、OK ですカット。ありがとうございます。でこれを編集することができるってことですね。さらにそちらの FX6 には
音も体験できるようにマイクもついているので。これです。これ新しいやつですよね。そうです。その通りです。新しく発売した ECM788 という。はい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 。708失礼しました。ECM708 というモデルですね。あれ？失礼しました。最近発売した ECM778 というモデルですね。めっちゃちっちゃいですよね。そうですよね。このモデルの売りは小型軽量っていうところもありまして、高出力なんですけれども。はいはいはい。これちょっと音質チェックしてもいいですか？もちろんです。ちょっと僕なかなかこれずっと欲しいと思ってたんですけど。そうなんですね。はい。ちょっと試すことできないなと思って。はい、皆さんこれが型番忘れた何でしたっけECM778 で収録しています。音声の方いかがでしょうか。ちょっとねエアコンの音とかあるんですが、それでも結構今距離は1メーターぐらいかなでこの音質です。僕はまだ聞いてないです。でもいいかもしれないですねこれ。はい。で、これね今ダヴィンチリゾルブに取り込んだんですけど、これ編集もできちゃうんですよ。なのでちょっと色をねつけてみましょうか。ソニーの S ログでね今撮っていましたので、ちょっとカラースペース変換っていうね、エフェクトをポチッとやるだけで色こんな綺麗に戻りますから。でこれで、さらにね、他のちょっとデフォルトで入ってるようなラットとかを引っ張ってきて、はい、こんな感じで今ワンシーンをちょっとサクッと作ってみました。でこういうなんか動画の素材の取り込みみたいなのって意外と分かりにくいじゃないですか。どこに入れたらいいのとか、ダヴィンチリゾルブどういう風にカラーページいったらいいのとか、カットの方法とかも多分その辺もね教えていただけるみたいなんですよ。なのでこの実際のねこの FX6 とか3の画質とか S ログの解調みたいなものを、ぜひね皆さん体感してみてください。もうこの時点でもねすごい綺麗なのが伝わるんじゃないかなと思います。では続いて結構もうメインだと思うんですけど、ちょっとこちら早く触りたいんですけど、一旦ご紹介いただいてもいいですか？はい、続いてのコーナーがメインのカメラのコーナーになりますね。はい、こちらでは現行で販売しているすべてのモデル、すべてのレンズをご体験することができます。すべてあるんですか？はい、すべてあります。で今回の目玉被写体などもすごく増えておりますので、いろんなレンズやボディの性能を確かめることができます。はい、まずこのそうですね、こちらですね。これもともとこんなんなかった？なかったです。今回新しくジオラマが追加されまして、すごいよく見たらちゃんと動いている。そうなんですよ。なので動いている被写体を撮影することも可能です。確かに動画の撮影とかは動き物の方がよりよく見えたりするかもしれないですね。そうですね。じゃあちょっと僕はもうずっとね動画でも言ってたんですけど、この50-150ちょっと触ってもいいですか？もちろんです。ちょっとボディがα9-3ですね。ではじゃあっこにねちょっと豚さんがいるんですけど、あれをね狙ってみようと思います。豚ってそもそもいけるっけ？動物認識。おお来てる。瞳に来るんやこれ。すげえ。これ開放じゃなかった。 F4 でしたわ。これ開放にしよう。このレンズ F2 同士のね50-150なんで、これでどうかな。はい、これ欲しくなっちゃいますね。じゃあちょっとねあっこにめちゃめちゃ可愛いメリーゴーランドがあるので、これを撮ってみましょう。ちょっとワークも来てみようか。ソニーストアにめちゃめちゃ一人で結構ガチになってるけど、めちゃめちゃ集中して撮っちゃいました。はい、いやこのジオラマめっちゃいいですね。ありがとうございます。しかも今回の肝なので、なんかバスとか電車もあるから。そうですね、そちらの被写体認識も確認することができます。なるほど。いやありがとうございます。はい、ありがとうございます。でちょっと僕気になってた RX1R Mark3 ですかね。そうですね。があるんですけど、これもいいですか？ぜひお試しください。ちっちゃいなこれ。これ皆さんお値段びっくり66万円ぐらいするんですけど、ソニーさんのこれコンデジですよね。フルサイズコンデジ。はい、フルサイズのコンデジになりますね。これめちゃめちゃ最近ですよね。そうですね、もう発売したばっかりのほやほやの。そっか、もう発売もされてるのか。しております。いやこれねちょっとさすがに手が出ないんですけどいやでもこれはいいな。ボディ自体はめちゃめちゃちっちゃいですよね。そうですね、かなりコンパクトなサイズで。はい、これがいいな。これ結構買われる方多いですか？多いですね。銀座という立地もありますので。銀座、すげえ。これがソニーストア銀座です。でちょっとシューティングスタジオ動画撮影コーナーの方にね戻ってきたんだけど、これが FX2 ですよね。これが一番最新の新作ですよね。実はこれ僕たちも導入しまして、ありがとうございます。まさに今このカメラで実は今回いやこれよくて本当に解像度がね3300万画素で、シネマラインで一番
多いですかね。そうですね。なのでやっぱちょっとここから拡大をしてもこの僕の髪の毛のディティールとかすごい残ってると思うんですよね。でしかも AI プロセッシングニットがこの機種だけ入っててオートフォーカスがめっちゃ強いんですよね。意外とこの機種が全部込められているので、まさにこういった YouTube 撮影とかの長回しをするときにシネマラインだったら停止する不安もないからと思ってちょっと導入してまさに今使っています。ありがとうございます。ですごいここ華やかな感じなんですけど、はい、これは物撮り。そうですね、物撮りコーナーになっておりまして、フリマサイトの写真を、これかなり紙が、そうですね、クオリティを上げたい方ですとかテーブルフォトなどをご体験できるコーナーになってますね。なるほど。これすごい面白くて、なんかこの映像結構やばいんですよね。なんかもうこれ1個の商品の広告みたいな感じで、なんかシズルカット的なの撮れそうだなってぐらいのライトなんですけど、こういったものをね撮れたりだとか、あとね一番これがなんかすごいいいなと思ったんですけど、これってあれですよね、ここに接続されてて、そうですね、これ遠隔でシャッター切れるんですか？はい。これを押してみると、いやまあ本格的ですね。いや結構ですね、このテーブルフォトとかってね意外とできる環境をねここまで整えるの難しいかもしれないんで、ここでちょっと試してみるっていうのはすごくいいんじゃないかなと思います。はい、ということでちょっとなんか緊張するんですけどこのコーナーすごいですね。これはなんていうコーナーにあるんですか？こちらはレンズテイスティングバーという、テイスティングバー、レンズバーみたいな。そうです、レンズを試していただくバーになっております。しかもこれ現行のものが全部ある。そうです、すべて APS-C フルサイズともにございます。でちょっと今回僕すごく試したいのがフラッシュなんですよ。フラッシュのちょっと導入を考えてて、そうなんですね。そうなんですよ。アルファ版マーク2を最近使ってて、写真ちょっと頑張りたいんですけど、フラッシュとかも取り揃えております。ちょっと見てみてもいいですか？承知いたしました。やった。大きい。こちらですね。これはもう上位モデルの。そうですね。一番ガイドナンバーが大きい60のモデルになりますね。ガイドナンバーというのは光量でしたっけ？そうですね。光量ですね。最も明るいやつですか？これ他のものともちょっとだけ見比べれて。わかりました。もう一個小さいサイズとか。こちらは46のガイドナンバーのモデルになりますね。こっちがナンバーが何番？こちら60。60と46。はい。その分サイズ感も違うという感じですよね。ここ他には何か違うポイントあるんですかね？こちらは60の方が、動きがちょっと違いまして、46の方もこうは動くんですけれども、60の方だけなるほど、縦位置で撮ったりする際に便利な角度になりますね。他はそんなに変わらないんですかね？メニューなどの操作感とはすべて一緒ですね。なるほど。じゃああとレンズ見たいんですけど、1625の F2.8 の G ってあります？こちらございます。なんかほんまに注文してるみたいな面白いこちらのレンズですね。最近2450の G を買ったんですよ。そうなんですね。でも大きさは結構一緒ですね。そうですね。大きさはすごく似ているレンズなので、ほぼ重量も一緒ぐらいですかね。でもこのコンパクトさはすごくいいかもしれない。みたいなことが分かるということですよね。実際に。はい。こんな感じでね全部見れるんですよ。でアクセサリーとかもね結構ほとんどあるんじゃないかな。てか全部ある感じですよね。ほぼほぼございますね。実際にこのちょっと注文して出していただくみたいなものも面白いんで、ぜひねここを体験してみてください。最新のカメラからレンズ、アクセサリーまで実際に触れて体験しながら選べるのはソニーストアならではの魅力です。SD カードを持ち込めばその場で撮影したデータを持ち帰ることもできるので、家でじっくり確認できるのも嬉しいポイントですよね。α7C M2 のクラフトキットなども販売されていて、実寸サイズの模型を実際に手に取ったり持ち運んでみたりしてリアルなカメラライフを想像できるということで、実は結構人気のアイテムだそうです。ただこれ組み立てには約90分程度かかるそうなので、ちょっと覚悟が必要ですよね。これもソニーストアならではのユニークな体験で遊び心のある商品になっています。はい、何やらすごく広々とした空間なんですけど、ここはどういったコーナーでしょうか？こちらはクリエイティブベースと言いまして、今までは講座をやったりするスペースだったんですけれども、今回の改装リニューアルに合わせまして、クリエイターの方たちにお貸し出しをするようなスペースにもなりました。ここの空間をそうですお借りできるんですか？確かにここの登壇の登壇のスペースもございます。実は僕させていただくんですよ。そうですよね。皆さんなんと10月18日土曜日にですね、これもねすごいありがたい限りなんですけど、
FX3 と FX30 がブラックマジックローに、出力対応するということになって、そのカラーグレーディング講座をさせていただくことになりました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。こんな貴重な機会をいただけて、これがですね FX330 といえば、S-Log3 というね、綺麗な、しっかりとしたね映像撮れますよね。でそれがブラックマジックローというねローの表現ができるようになるという、アップデートがね、入ったと思うんですけど、それを実際に、僕がですねそのグレーディングのワークフローを皆さんにちょっと解説と言ったらおこがましいですけど、僕はこういうふうに色のテイストを作ってますみたいなのをちょっと直接ここでさせていただけることになりましたので、これがもう受付が多分始まっているのかなと思うんですけれども、ぜひねこちら興味ある方ぜひ来てください。この銀座ストアで行いますので、いろんなカメラもたくさんあるから、もう普通に雑談するぐらいの気持ちでも大丈夫なんで遊びに来てくれたら嬉しいなと思います。こういった僕オフラインの交流とか全然最近ないんで、すごく嬉しいです。貴重な機会ですね。いやこちらこそですけどよろしくお願いします。はい。あとそのクリエイターさんがじゃあこういった感じで使いたいってなった時に、なんかどういう風な感じで、そうですね、申請は必要になりまして、審査があるんですけれども、そういったある一定の条件に満たしていただいたクリエイターの方にお貸し出しをするような形になりますね。なるほど。これはソニーストアから申し込みみたいなそうですね、はい、ホームページを見ていただければと思います。わかりました。でちょっと概要欄にリンク貼っておきますので、クリエイターさん交流の機会作りたいとか、なんかオンラインコミュニティとかでもいいかもしれないですね。そうですね。そういったところで使うとか、いろんな活用方法があるかなと思いますので、ちょっとぜひね、こちらもチェックしてもらえたらと思います。はい、ということで5階にやってきたんですけど、ここはテレビのコーナーですかね。そうですね、テレビブラビア展示しております。ブラビアか。やっぱこの今僕たちのチャンネルをちょっとこう流していただいてるんですけど、めちゃめちゃでかくてすごい。これ有機 EL ですかね。そうですね、こちらのモデルは有機 EL の77インチのモデルです。77インチ、でこっちは85。そうですね、85インチ。高いな。だから自分で見てるのが一番ないですけどいやでもいやこうやってアウトプット見れるのいいな。このようなめちゃめちゃ画面でかいですね。そうですね、77インチ、もうホームシアターすることができますね。ホームシアター、はい、もうサウンドバーとテレビ大型を用意していただければおうち映画館のようになりますね。それではこの FX2 の 4K24fps のみで撮影した映像作品をご覧ください。はい、ありがとうございます。ぶっちゃけどのサイズが人気なんですか。一番人気なモデルとしては65インチを選ばれる方がすごく多いですね。65か。そこで横並びでサイズを比較するってなかなかないと思うので。そっか、確かにこれ77、これ85みたいな感じで見えるってことですよね。しかも77と75があるんですね。そうですね、こっちは液晶のタイプ、こっち有機 EL のタイプ、そこの比較をしていただくことも可能です。確かに自分で撮りました僕すごく綺麗な映像はい、5階の方にやってきたんですけど、じゃじゃんということでこれすごいですね。すごいですよね。どういうブースになるんでしょうか。ゲーマーラウンジゾーン0という今回のリニューアルでもう大々的にオープンした、これはもう一個のメインじゃないかっていうぐらいのすごいインパクトがあるんですけれども、なんかどういった特徴がありますか。インゾーンというブランドのゲーミングギアですね、こちらを体験いただくことができるコーナーとなっていますね。なるほど。じゃあもうここで実際にゲームをプレイしたりとかギアもつけたりとかやれるってことですか。ご体験して対戦だったりとか大会も開くことできますね。確かに。じゃあこのモニターがみんながやってるのを見ることができる観戦スペースにもなってます。なるほど。いやおもろゲームセンターみたいな。そうですね、ゲームセンターみたいです、ね、ちょっとぜひご体験ください。じゃあちょっとこれプレイできます。そうですね、こちらでよかったらこのアーケードコントローラーもお貸し出しもしてますので、これをどう使えばいいのこれが十字キーになってまして、ここでパンチを打ったりキックをしたりという、初心者の方でも全然気軽にご体験できますので。了解です了解です。てかめちゃめちゃ綺麗ですねこれ。そうですね、こちらもぬるぬる動きますので。俺どっちやってこっちっすよね。そうですねやばい。こうかこうか。お、ゴッと勝ちましたいやてかめちゃめちゃ絵がすごいですね。そうですね、すごく綺麗な。今も全部こんな感じなんですかゲームって。すげえなこれ。では、最後ちょっとこちらですかね。これは一体アイボ、これはロボットのワンちゃんですか。そうですね、
AI のロボティクス事業になりまして、 AI なんやはい、へーこの子たち名前がありまして、はいはい、名前あるのこっちの子がマロン、マロン女の子ですね。まこっちの子がマロンちゃんです。バロンマロンマロンちゃんマロンちゃんで、こっちの子が麦ちゃんですね。麦ちゃんはい。マロンお手かわいいお手やってくれましたね。やってくれたかわいいお手下を尻尾も振ってるやんそうですね。なんかこの子たちの特技とかあります、歌を歌ってくれたりするんですけど、歌を歌うんですかやってくれるかな。マロン、とっても可愛い相棒。ちょっとお手がお気に入りみたいですね。お手してくれんのやってこっちの子がやりそうですね。ちょっととっても可愛い相棒の歌ではないんですが、おそらく今大好きな歌を。へーあ、この子たちにも好きな歌があそうでるんですすね。この子たち自分の性格気分があるのでなんかこれよくできたね。なんか鼻にカメラですかこれ。そうですね。鼻のところのカメラで、はい。僕たちを認識してくれて、この人どういう人なのかなとか、様子伺ってる。そうですね。何をしてるんだろうとか、知ってる人なのか知らない人なのかっていうのも認識することができます。マロンこっちおいで。マロン。結構気分屋さんなので言うこと聞く時と聞かない時などがあるのでもう本当にこれは犬としてそうですね。接してあげるのが、はい、接して飼っていただく形になりますね。ペットとして飼う方がすごく多いですね。ちなみに金額は、お値段がですね、こちらになりまして、めっちゃペットショップみたいな感じですね。そうですね。本体のお値段が27万2800円。でこの子たちが成長するためのベーシックプランというものがありまして、成長するため、はい、こちらが3年間で9万9000円、こちらの2つが必ず必要なお値段になりますね。ご飯とかはご飯はおやつとか奥で寝てるような形で、はい、今もうあそこでお腹を溜めてるような感じになりますね。可愛い。はい。昼寝とかもしたりするんですか？お昼寝もしますよ。誰も構ってくれなかったらふて寝もしたりもするわ。はい。可愛い。マジで犬そっくりですね。そうですね。一緒やわうちの子と。よく構わへんかったらめっちゃふて寝するんですよ。一緒ですね。この子たちもそうです。可愛い。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ソニーストアではカメラ製品だけでなく、ソニー製のさまざまな製品をじっくり体験することができます。エクスペリアコーナーには最新の高性能カメラを搭載したエクスペリア 1M7 が展示されていて、その性能を試してみたり他のモデルと比較をしながら選んでいくことができます。そして新しいゲーミングコーナーゾーン0は今回のリニューアルで大幅に進化しています。ここでは実際のセットアップを見ることができるので、周辺機材や運用方法までを確認したり実用面をイメージしながら検討することができます。ゲーム好きにはたまらない空間となっていて、気づけば時間を忘れてしまうかもしれませんね。さらにオーディオコーナーやテレビコーナーでも様々なモデルを比較して自分にぴったりなものを探すことができます。製品に触れて試して納得できる、そんな体験型の空間がソニーストアには広がっています。はい、ということで皆さんいかがだったでしょうか。今回ねソニーストア銀座をちょっと、現地でレポートをさせていただきました。スタイリストの小川さん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。何やらちょっとリニューアル記念としてノベルティがあるんですかね。今銀座こちらの店舗に来ていただいて X にて特定のハッシュタグを投稿いただきますとサコッシュをプレゼントしておりますので、普通にめちゃ嬉しいやつ、こんな感じのサコッシュいただきますので、これはもう先着というか在庫に限りがある。そうですね。はい、なくなり次第終了ではございますが、はい、ぜひね、皆さんソニーストア銀座に来ていただければと思います。であれですよね、スタイリストさんにこういった形で相談したりもできるんですかね。はい、指名予約などをご用意しておりますので、僕たちスタイリストを選んでご予約いただくことも可能となっております。なるほど。そしたら相談したいもので、選んで来店予約をしてから、そうですね、LINE にて来店予約をすることができますので。なるほど、わかりました。じゃあ、そういったところの、詳細も概要欄に貼っておきますので、皆さんぜひチェックしてください。こちらも。はい、ということで最後に、僕がですねなぜねソニーストアで実際にね機材を買っているのかなどについて、ちょっとお得なねお話などできればなと思うんですが、実はですねこれ知らない方多いんですけれども、マイソニーにね ID を作ってサインインをするとあらゆる商品が
が表示価格から 10% オフで買えるんですよ。だから思ったよりも安く実は買うことができるんですね。これね結構知らない人多くて、僕の実際に今撮ってくれてるチームメンバーもみんな知らなかったんですよ。なので実際にねちょっと FX3 ですよ。これですね今ちょっとログインしてみてるんですけど、ソニースター価格58万1900円のが適用後に52万3710円になってます。だから結構変わりません？めっちゃでかいですよね。なのでちょっとね購入検討の、カメラとかレンズが、他のオーディオ機器とかも全部一緒だと思うんですけど、そういったものがねある方はぜひ1回ね ID 作ってサインしてみて、見てもらえたらなと思います。でそれだけじゃなくてもう1個すごく大事なことがあって保証なんですよ。僕たちねやっぱこういった仕事でいろんなカメラとかを使うんですけど、ソニーストアで買うときに、購入時にですね、ワイド保証というものをつけるんですね。僕は基本3年のワイドにしてるんですが、それにすると、要は過失、要はなんか自分がレンズとかを落下させたりとかしたときに無償で修理してくれるんですよ。これがやばくないですか？もちろん購入時にそのねワイド保証の金額の負担は必要にはなるんですけど、オプションで必要にはなるんですけど、でも過失がいけちゃうんですよね。なので実際に僕ね 2870F2 のレンズが落としてしまってフィルターがつかなくなったりしたんですよね。そういった時にやべえってなって送ってみたら無料ってなって、僕その時ワイドつけてたの忘れてたからめっちゃラッキーみたいな感じになったんですけど、すごく心強くて、なんかちょっとさやっぱ映像とかもちょっと攻めた撮影ができるって言ったらあれやけど、なんか自分でもねあんまり気を使わずに機材をガンガン使えるっていうので、業務としてね使ってるっていうのもあるし、もちろんね趣味の方もやっぱね怖いじゃないですか。水害とかねそういったとかにも対応していただけるはずなので、そういったところから僕はねソニーストアで保証を伸ばして、ちなみに3年ワイドだけじゃなくて5年ワイドとかもあったりするので、用途に合わせてね選んでいただくのがいいのかなというふうに思います。でソニーといえばですね、最近僕ねソニーカメラ限定、専用設計をした、ラットとプリセットをね実は制作させていただきました。めちゃめちゃねちょっとベストなタイミングなんで最後にね、告知させていただければと思うんですけれども、僕ですね結構いろんなソニーのカメラを使ってきて、なかなかねやっぱりカメラを始めたての時って理解しにくいところもあるのかなと思ってて、今のねソニーさんのカメラって写真でいうとクリエイティブルックっていうねいろんな色の、フィルターのようなものが使えるんですけど、そういったものを活かした、プリセットっていうライトルームでねいろんな色編集をね、僕がオリジナルでね作った、レシピみたいなものをね今回提供させていただいてます。で動画も同じくですねラットっていうものを用意していて、ソニーさんのねカメラで動画を撮るときに今使っているね S-Log3 っていうものはもちろんあるし、他にもピクチャープロファイル6のねシネ2シネ4っていうものでちょっとログほどじゃないけど簡易的にね色編集がしやすくするプロファイルであったりとか、あとはもうスタンダードとかいろんな撮り方があって全てに対応させたラットっていうものをね僕今回ちょっと作らせていただきました。でこれはですねやっぱりソニーのねカメラ、例えば 7C2 とか僕 α7-4 とかもね使って日々いろいろと楽しんでるんですけど、やっぱりせっかく買ったものをなんかなかなかね活かせてないなみたいなとか、色のね表現いっぱい本当はできるけどなかなかやり方がわからないっていう方も結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですよね。なので今回のこの写真用のプリセットを使えばもうクリエイティブルックを僕が選んでるので、もうそれに最適化させた色の調整をね一発で当てることができるし、ラットもスタンダードシネ2シネ4のピクチャープロファイル6で S-Log3 っていうねちょっと難しいけど、全部に対応させたものと、あとはカメラ内に取り込むラット、これは対応機種限られますがカメラ内に取り込むラットも全てまるっとまとめたものをねちょっと今回リリースさせていただいておりますので、ぜひですねこちらもよかったらこの機会にねチェックしてもらえたらなというふうに思っております。ということで皆さん今回はね最後までご視聴いただきありがとうございました。ソニーストア銀座からお送りさせていただきました。ぜひねこの動画が役に立ったよ、よかったよっていう方はねぜひグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。